歴史的な自公連立26年の蜜月から離れるという、そういった決断をですね、公明党の斉藤代表がしたということで、この話についてはですね、以前から中道保守以外の選択肢を自民党が取るんであれば、公明党はちょっとそれは支持できないっていうようなことは、以前から言ってたわけで、高市早苗になったら、公明党は連立から離脱しますよってもともと言ってたわけですよね。いや、それをだから結構舐めてたのか、いや、公明党は言うても政権にとどまりたいだろうってみんな高市総裁はおそらく少なくてもそう思ってたんだと思うし、自民党員もおそらくそういうふうに思ってたんだと思うんですけれども、ちょっと考え方が僕船舶だなっていうふうに思ったんですよね。結局、行くべき道、あなたはちょっと右寄りすぎますよねと。高市さんがね、自分以外が総裁になってもですね、公明党さんは企業団体献金の規制強化に賛同しなかったらですね、連日離脱してましたかみたいな質問して、いや、誰が総裁になっても同じですって言ってますけど、これはだから単純に建前の話であって、小泉さんとかが総裁になってたら、それは離脱しませんよっていう、そういう話なんですけど、牽制してどうすんだっていう話もあるんですけど、どっちにしろ自民党は先鋭化する道を選んだと。はっきり言ってですね、小選挙区で公明党の応援がなかったら、立ち行かない候補者はもう、目の前、真っ青、顔真っ青、目の前真っ暗、みたいなお話だと思います。はっきり言ってめっちゃみんな焦ってると思います。そんな総裁を選んだ皆さんの責任なんで、これはもう自己責任でしょうがないわけですけれども、自民党はですね、公明党が離れたということで、国民民主と組んでも維新と組んでも過半数維持できないということで、なかなか難しい政局になっていきましたと。だからといって野党がですね、一致団結して玉木さんあたりを押すっていうのも、もう確率的に言うと 10% 未満ぐらいの確率しかないということで、このままいけばですね、高市さんが主犯指名されて超少数与党というところで、維新とか国民民主とか、それこそ公明党とかのですね、政策を丸飲みしないと予算が通んないっていうような国会をずっと、今後ね、ずっと運営していくっていう結構苦しい立場に、逆に自分たちの政策全然通んなくなるんじゃねえかっていうような苦しい立場に置かれていく。なんかね、公明党が離れることによって自民党の保守系の票、外国人排斥だったりとかですね、選択的夫婦別姓反対とかですね、公明党が、いろいろ主張してた政策をガン無視してですね、先鋭化できるということで、そういった超保守系の、例えば日本保守党とかに流れた票が戻ってくるとかなんとか言ってますけれども、やっぱりね、僕も選挙あって、比例は公明党にって言ったことある候補者としてはですね、小選挙区で公明党の力はね、高齢化で弱ったとはいえですよ。動員力半端ないんですよ。公明党の人たち、これも何回も言ってますけど、創価学会の人たちのですね、一番人気イベントは選挙です。2番目が第九です。年末にみんなで集まってベートーベンの第九を歌うっていうのが2番目に。3番目が、毎週月曜日の早朝からやってる読経ですね。みんなで集まってお経を読む。これが3大イベントなんですけれども、やっぱ選挙が圧倒的に、普段そういった会合に顔出さないような創価学会員もですね、選挙だけは来ると。で、みんなで選挙当日は集会所に集まって、一人一人順番に投票所に向かうっていうのがですね、公明党の流儀なわけですけれども、それを見てると僕は公明党のですね、創価学会のですね、中四国支部の支部長、ナンバー4だった方なんですけど、その人にお会いして握手して選挙協力、比例は公明党にって言ってくださいねっていうのを受けて30分後に街角でやってる演説会に行って、多分2、300人ぐらい集まったかな。演説が終わった後、声を振り絞るようにして、比例は公明党にって言ったら、一番前を陣取ってたおばちゃんたちがパチ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 って言ってくれたって、ちゃんとね、30分後にトップから指令が行って、ちゃんと動員がかけられてる。これがすごい。これは20年前の話ではあるんだけれども、そういう組織力はまだまだ残ってるんで、公明党の連立離脱っていうのは、政策ベースで賛成のところは賛成するし、政策的に全体的に自民党寄りであるということはあるにしてもですね、選挙協力は、表向きは基本的に党を挙げてするってことはないっていうことなので、これは明らかに自民党が損する方が多いと思います。はっきり言って。公明党頼みの選挙をしなくてよくなったとかって言ってますけど、これ、はっきり言って、当落線上の議員は、もう統一協会の問題どころじゃないんで、創価学会公明党がいなくなるって相当ダメージですよ。それこそ大阪で維新がやったぐらいの
ドラスティックな変化をしない限り、おそらく自民党今の状態で麻生さんに支持されてるような、だって麻生さん85歳ですよ。もう先のこと考えなくていいんですよ。マジで。麻生閣下が素晴らしいとか、高市早苗万世とかって言ってる人たちいますけど、どちらかというと変わらない自民党の象徴みたいな麻生さんがですね、裏で陰性して操ってるわけですから、それでいいのと。僕はそういう気はするんですけど、まあ人事なんで、ぶっちゃけどうでもいいんですが、今回そういう意味で、もうおそらくですね、僕、ワンチャンここで解散総選挙というのをもうやるしかないのかなと。先鋭化して、参政党とか今ね、衆議院で全然議席持ってませんけど、それが前回の参院選挙並みにですね、議席が本当に取れるのか。でも高市さんがね、首相というか、高市さんが総裁になったってことは、高市票、安倍さんから高市さんに行ってるその保守ゴリゴリ票が参政党に行った分が戻ってくる可能性ってのは結構あるんですよね。あと日本保守党の票とかもそうなんですけど、何議席か分は戻ってくると思いますが、減る票も多いんで、中道保守みたいな人たちはちょっと高市さんはみたいな感じで国民民主とかですね、そういったところに流れていく可能性まああると思いますので、っていう風に考えると一か八か、そうしないとより政権運営厳しくなるんで、総選挙で信を問うと、その中の枠組みの中で連立を作るみたいな方がシンプルですっきりはするという風に思います。禍根も残すと思いますけれども。ということで、高市さんが石破総理にですね、お願いをして、今解散権持ってるのは石破総理なんで、石破総理が、解散を宣言して、早々分離っていうんですかね、総理総裁が違う状況で解散総選挙に打って出る。そうするともしかしたら自民党から離反者も出るかもしれぬ。維新は勢いを失っている。国民民主も一時期の勢い得ない参政党未知数。ただ参政党の票は高市新総裁率いる自民党にある程度食われる。なかなかカオスな状況なんで、むしろ一か八かの選挙に打って出る方が高市新総裁にとっては、逆に言うともしかするとそれが最善手かもしれない。このまま消去法的に僅差で高市新総裁選ばれるとは思いますけれども、主犯指名選挙をするとね。だけれども、でも決選投票でもそうなのかなというところで、非常にカオスな状況になってまいりました。面白くなりましたね。解散総選挙になると最短で10月の末ですね。今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。